こんにちは。アニメ紳士です。今回は魔法少女に憧れて第4話への視聴者の反応をご紹介します。この動画を見るといろいろな感想や解釈を知ることができて、アニメ視聴の楽しみが増えると思います。ぜひ最後までお楽しみください。大事なところにシール。変態じゃん。そっちの方がエロいだろう。いや、それはそれでエロいって勝ち女だろ。いや、むしろエロい。エロ度が上がってる。そのシールは耐久性どうなってんだよ。毛の手入れしてないとはみ出そう。エロ本見てる全身。まだエロ本って存在するの？肌は一切傷つけない達人級の技。令和は絆創膏じゃないんだな。モブも女しかおらん。子供が目覚めてしまう。幼女の上層教育に悪いですね。グローブとブーツを残すのが分かってるかん。子供に見せちゃあかんやつ。これがきっかけで露出に目覚める薄い本がはかどる。中身中学生男子やな。一番上の引き出しにエロ本入れるなよ。そこは二重底にした上、正しい取りで仕方をしないと燃える仕掛けを入れないと。こんなの母親にバレバレだろ。だろうな。しかし本当やべアニメだな。これは男子中学生すぎるベーセさん。マゼンタちゃん全裸よりやばいな。あれに帰って赤面するのが最高だったわ。今週はエロ控えめだったな。でも全国にシール1枚の裸をばらまかれたかもしれないピンクは、マゼンタゼンナバトルにクソワロタ、そしてサルファ 2A、安定のアズール。もはやテンプレ。アズールはクソワロタ。熱いバトルの横で当然のように縛られてて笑ったわ。アズールはおしまい。まあ確かに女子中学生の娘の部屋から SM エロ本が出てきたら家族会議もはかどるよな。全裸じゃないから恥ずかしくない。そうかな。あの格好で一般人に写真撮られるマゼンタ。サルファは強くてなかなか落ちないな。そしてアズールはもうダメだ。マゼンタの裸を見るベーゼが俺と同じ顔してて草。開幕即ぬるぬるぬめぬめだから小さい子には見せられないよ。魔法少女との戦いのせいよりもエロ本の読みすぎで勉強できないウテナちゃんに笑ったわ。マゼンタはむっつりスケベ。マゼンタはスケベとかそういう概念から外れた天然娘だな。普通に羞恥心があるのが良い。いい娘だからね。恥ずかしいけど我慢する。そこが素晴らしい。マゼンタは天然なのがいい。アズールは変態ド M で、もはややられ役でしかないのがダメだ。リーパーと全然エロくなかった。こいつら毎回プロレスしてんな。エロが少なかったけど面白い。ボンドの作がサボったな。もうや黄色のストレス解消。ピンク界だったのか。普通に悪いことしなくて大丈夫なんですか？面白かったけど首少なめだったか。今日の兄貴朝でもいいレベルだったな。2対3は不利だな。アズールはカウントしていいんですか？今日はピンクが一番エロかった。マゼンタのエロで満足しないといけない。3ワンが良すぎたな。黄色がメインになってしまうとエロが減ってしまう。変身前のキウイ×ウテナは見てて癒される。先週のドスケベからの落差。作がちょっとヤバそうだけど頑張ってほしい。制作会社的に結構ギリギリだろうな。真面目にバトルしているからエロが。来週青がヤバいことになるから楽しみにしとけよ。今のところ奇数回が良くて偶数回がいまいち。早く金髪ロリッコのあんなシーンやこんなシーンが見たい。黄色が一番不人気だと思ってたけど、実は人気ありそう。今回は不自然に首隠して先行き不安になった。作画は毎回怪しいが内容は大好きだ。首がなかった。2L カットは別にあったね。いやあっただろう。かぐや様と黒一さんは汚れ方向に芸風広げたいのだろうか。マジアベージェが戦う相手は魔法少女と放送コード。赤、天然、黄色、ウォークン、青、ド M 覚醒。今日よくわかった。地味にキウイちゃんとの爆撃攻撃につまらないなって思ってるウテナちゃん好き。やっぱ性欲に忠実だわ。ついにねドラリスが来るのか、どんなことをしてくるのか楽しみだ。エンディングちゃんと可愛い曲なのにラストで映る学習机の左引き出しにエロ本が入ってると思うと
また面白くなっちゃうからずるい。割と豪華なマスコットの中の人。トレスマジア全員好きすぎるな。マホアコ、神回しかないな。マジアマゼンタが真実に近づこうとしている魔法少女の仕事は悪を滅ぼすこと。欲求不満のウテナさんはもう戻れないところに来ているような。マジアサルファの最終形態は秘密ではなかったのですね。今のところ一番厄介な魔法少女だと思っています。ウテナも強くなったな。カオルコストレス発散できたみたいやね。今週はなんか形ができた感じの緩和だったよね。次回は新キャラ、これで3対3になるのね。面白かった。開幕ぬるぬる。マゼンタ、全裸じゃなければ恥ずかしくないもん。おや、どこかで。キフイは勉強はできるが、アホなとこが良い。トレスマジアは、基本的にサルファがいるから助かってるよね。アズール、3話から役に立ってね。今回は平和な回だったな。白目。ウテナのクソヤバ女どが、いよいよかばえない領域に突入した感。おかげで黒いキューブエモドキの言葉が、相対的にまともに聞こえ、いや、そもそもの原因作ったのあいつだわ。しかし、メディア展開やスポンサー対策までしなきゃいけないなんて、魔法少女も世知辛いの。もう終わり、じゃないんだよ。もうダメだこのホイコ。そしてこちらももうダメな主人公。エロ本に夢中で勉強集中できないのは、やっぱ男子中学生の性欲だよ。ハートシール恥ずかしい格好呼ばわりだが、君も大概だよ。撮影する親さ。この泥棒猫、好きすぎセリフすぎる。バッチコイマジやべえぜ。マジでば、じゃねえのマゼンタさん。無論、最大限の褒め言葉である。バキの家の落書きみたいな、こんなわなわなしいおびき寄せに引っかかる。いた。まだ4話だがすまんがこれで腹抱えて笑った。勉強が手につかず、SM 本を読みふけるウテナもひどいけど、子供の教育に悪い格好を、裸じゃないから恥ずかしくないというマジアマゼンタも大概で笑った。現状、マジアサルファが唯一まともに思えるけど、作品的にとんでもない性癖を隠してそう。開幕即エロはお約束なので、茶の間で見てて途中で気まずくならないように、初手からぶちかましておくという配慮なのかもしれない。今回はトレスマジアの三者三様。アズールは前回やったので実質2社のスタンスの違いを見せる回。特にサルファの独特のスタンスとその内に秘めた衝動の強さがわかる。終盤、リビドーをほとばしらせ対峙するベーゼとサルファのヤバい笑顔がとても印象的。新キャラも出ず派手な事件も起きず、でもここを丁寧にやると後の展開に説得力が出るという了解。そして次回はネロ・アリス登場。マゼンタがすっぽんぽんに。マゼンタさんってもしかして露出癖あるのか。出だしから白い光が出てて笑った。バーツさん初登場。CV がアスミカナさんだったので、個人的に嬉しいです。ペナリータとバーツの関係性が気になるところ。お子たちの前で全裸プレイを反省し、大事なところをシールで対処とか。マゼンタすでに手遅れだったか。汗。こうなると、喧嘩っ早いサルファが、唯一のまともというね笑い。いろいろな意味で、お子様教育に配慮した1話ですが、お母様も写真を撮るほどの太鼓判。笑い。レーゼに挑む全裸地上。いいな、マゼンタ、幼女も見てるのに絵面がひでえ。でも、どんな格好でも戦う姿は、人々の心をつかみ、声援を呼ぶ。そんな正義と応援する者たちを、美しく描く1話、ということにしておこう。脳内エロで一杯のウテナは、中学生男子だよ。もう終わり。でアズールちゃん、明らかにがっかりしてますね。笑い。マゼンタちゃんとのバトルは、ギャラリーに男の子いなくてよかった。危うく性癖を歪めるところだった。笑い。ペナリータとバーツの関係も気になりますね。笑い。もともとはお仲間とかなのかな。武闘派のサルファが注目株。キウイを煽るセリフ回しも面白いし、一人だけコンビニ弁当なのも、何やら設定に送る気がありそう。あっさりエロ落ちしないじらす感じが、妙に刺さるので一番押せる。それはいいとしてこの作品、もしヒットしたら実写化とかするのかね。比較的おとなしめの回と感じてしまう
感覚麻痺の恐怖。アズールはやはりもうダメだ。主人公が悪の才能ありすぎる。女子しかいないから勘違いしそうになるけど、絵面が完全にエロゲの崩し民やないですか。本能のまま湧き出る一言一句。もはや誰もかもが完璧に心から欲望を満たす言動をはじめ、今までとは違う何も取り繕わない極めて人間の本能的清々しさを感じた。もしやマゼンタはアホの子。煽り合いもっとやれ。今回もとても楽しく面白い。ただ魔法少女がキャンキャンやられるんじゃなくて、ちゃんとバトルになってるのが好印象。マジアベージたちと対等な魔法少女、マジアサルファがいるのは良き設定よね。ドレスブレイク。シール貼ってるから恥ずかしくないもん。尾骨にもシール貼ってる。ティーバッグみたいになってるのかな。ウテナちゃん、悪い顔でセクシーになってきた。なぜ魔法少女の衣装はこんなに脆いのか。緑は相変わらず救いようなくて草だった。マゼンタと差しで戦うトリスマジアが撮影の仕事をするの巻。マゼンタのシールを貼ってるから裸じゃない理論で笑ってしまった。サルファの京都人的な毒舌も面白い。ウテナのド S 悪役ぶりも胴に入ってきた感じ。アズールはそろそろ快楽落ちしそうだな。これはひどい褒め言葉。一応のフォーマットができたと思ったら、戦いに忙しくて引き欲に負けて、赤点の危機というグダグダすぎる理由や、ピンクの天然なおバカっぽさ、イエローの美が化された京都人キャラで視聴者の分からせたい欲を煽って寸止めする。アクセル&ブレーキの絶妙な塩梅。作り手にお色気とエンタメを相乗させるコンセプトの勘どころの理解が深くて素晴らしい。バトルもので厄介かつバトルしたら面白いのは、内なる狂気を普段は抑えてるバーサーカータイプだと思ってて、今回内なる変態性と凶暴性を秘めたウテナとカオルコのバトルが該当してるかつ他の魔法少女やマスコットの関係等伏線も含め楽しく期待持てる話数でした。子供の前でハレンチな格好はちょっと踏み込んでてるなと思いつつ、マゼンタの自尊心もうズタボロだろって思ったけど、さらにハレンチな格好無意識で後日バトルするのおバカさんで好きだなって笑い、魔法少女に憧れてってなりたいではなく、あくまでファンの一なのも面白い。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介していきます。様々な考察や解釈を聞くとこれまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アニメ紳士でした。